のこんにちは。あやとです。イジです。今日のテーマは何ですか？2人の出会いについて話したいと思います。はい。今日は2人の出会いについて話すんですけど、まあ誰も聞きたくないかな、わかんないけど、もし私は聞きたい。もし思い出したい。需要があるのなら、僕たちの例で、結構運とかもあるんですけど話したいと思います。聞いてみてください。当時は僕は東京から福岡に、転勤したばっかりで友達が一人もいない状況でした。知ってる人も誰もいないし、なんでまず友達作りをしたいなって思って、自分の取引先の人になんか友達いないんですけど何度かありませんかみたいなことを聞いたら、福岡のところにインターナショナルバーみたいな、外国人とか日本人とかがワイワイたくさん集まってるバーがあるよっていうふうに聞いたんで、英語も全然喋れないんですけど、友達を作るために、そこに行ってみることにしました。で行ったんですけど、本当に何ですかね、ちょっと廃墟っぽいところで、こんなとこにバーなんてあんのかなっていう感じで、そこの店3階なんですけど、3階の階段上がっていったら、もう外国みたいな、僕外国行ったことないんですけど、なんか違う世界そうそうそう、に入るみたいな感じ。英語がブワー飛び交ってて、もう初見だこれ無理だわ、これもちょっと英語喋れないんで無理無理って思ったんですけど、来ちゃったから入って、でそのマスターに誰々さんから教えてもらってきたんですけどっていうふうに言ったら、もうものすごいマスターがいい人で、ああそうなの、じゃあ飲んでいきなよみたいな感じで、日本語しかできないんですけど大丈夫ですかって聞いても、うん全然大丈夫全然大丈夫って、そのマスターはちょっとバイリンガルみたいな感じで日本語も英語も全部ペラペラで完璧で、僕の1個上ぐらいのかななんですけど、もう本当に優しくしてもらって、でそれからそこに通うようになりました。で僕の地元の田舎の友達が「隼人何してんの?」っていうふうに言われたんで、今福岡で働いてるよっていうふうに言ったら、じゃあ今度遊び行くわっていうことで2人、福岡に遊びに来て、でもつ鍋とか、なんだろうな、ラーメンとか、もう本当に福岡を堪能する旅行っていうのにちょっと付き合って、でどこにいつも飲んでるのっていうことで、ここのインターナショナルバーに行ってるよっていうのを話して、で連れて行きました。でその時は土曜か金曜か忘れたんですけど、すっごい人いて、でもう2人も圧倒されて、田舎から来たんで、うわやばいねみたいな。でも白人の方とか黒人の方とかアジア系の方とかみんないて、でその中ですごい綺麗な白人の2人組がいて、でその1人がイージーでした。それが最初の出会いかな。イージーはその時どんな感じだったの？私の会った当時の状況は、まず日本の語学学院に行ってました。で、その時は日本に住んでて、1ヶ月しか経ってなくて、あんまり日本語を喋れませんでした。で、住んでたのは、福岡の結構田舎の方だったので、週末は友達と一緒に福岡市に遊びに行きました。友達も私もその時日本に着いたばっかりだったので、じゃあまず日本人の友達探そうと思って、いいね。その日友達にその同じ場に連れてってもらいました。俺のイジに対する第一印象は、もうとりあえず可愛いっていうのと、あとはなんか喋った経験がないから、田舎で育ってて、海外の人もそんなにいないし、なんていうかな、映画の中の人みたいなそうそんなイメージがあって、もうなんだろう、バーはそんな大きくないから通り過ぎたりはするんだけど、ちょっと緊張して、でなんか友達と一緒にもうなんかめっちゃ綺麗な人いるねみたいな、これが福岡かみたいな感じだったから、なんかもう結構浮かれてて、喋ってみたいんだけどどう喋りいいか分かんないし、英語も喋れないから、なんか遠くから見てたって感じかな。
どうだったイジ？俺の第一印象どうだった？いや私もなんかまずうんいやかっこいい人いるねと思って嘘でしょ嘘そうじゃないこの顔面でかっこいいはないと。かっこいい3人がいると思って3人が全体的に、はい服とかなんか雰囲気がまあ私もなんかそのバー初めて行ったからなんか、うんまあいろいろなんかわーってなってうんでなんかまあ暗かったしねちょっと顔もそうよく見えなかった。いやイジ遠は別に遠くから見たでもうんまあそんな感じかな第一印象はそういいイメージじゃん。うん他にもかっこいいでもっとなんか近づいたらまあハートの見た目とかはまあメガネが特徴だった。そうだね、ちょっと結構なんか熱いメガネ。黒いね。宮川大輔みたいなそんな。そう。あれ別にでもかっこいいくもなくない？まあでも印象には残るよね。スタイル持ってると。自分のスタイルを持ってるみたいな。でどっちから喋ったんだっけ？俺から？なんかね友達がそうちょっとお前このバーによく来てるんだったら話せるよなおいみたいな感じでちょっと煽ってきたんでもう任せろよとナンパだよね実際もう酒バンバン煽ってイジがこうトイレがね私トイレ行くまでに待っててそうトイレがねストーカーみたいにストーカーじゃねえストーカーじゃねえ男と女共用なんだよね1個しかなくてでトイレ行ってじゃあ行ってくるわっつってトイレ待ってるふりしてでパッて開けてまあすれ違って特に話したんかなこんにちはみたいな、その時なんか気づかなかったそこで待ってるなんかそうなんか声かけてくれてすごい嬉しかった嬉しかったのそうなんかいやなんかかっこよすぎと思ってなんかかっこよすぎる、これ緊張しました。言わせてないけど嬉しいすごく嬉しい、そう普通はなんかこんなにかっこいい人はまあなんか話してくれると思わなかったからまあかっこよくないかっこいいのに優しいと思った。じゃあそれはお酒かなお酒かその照明のせいかわかんないけどその時その一瞬その時は見えたらしいよ。だから酔っ払ってなかったその時。俺は酔っ払ったけど。そうだね。でも気づかなかった。で本当にもうなんていうかな最初喋りかけた時はハローって言ったんかなこんにちはって言ったんかな多分英語で喋ったと思うんだよね。My name is Hayato. Repeat after me. それでなんか、私どんだけバカと思ってるってその覚えてもらうためにそれぐらいしか英語わかんなくて最初ね、で頑張って話して名前を覚えてもらって多分日本人の名前もわかんないから、ちょっと覚えにくいかなと思ったんじゃない？だからなんかハヤトってそうわかる。私もハヤトって名前も聞いたことあって、もういいよってもういらないハヤトって何回も、何その人と思ってでとりあえずそこでちょっと喋る気がバーンできてで俺の友達も連れてみんなでこうなんだろう一つのテーブルみたいなところで一つのグループなってまあ飲んでそこでまあ仲良くなったっていう感じかな。だからもう結構運がでかいのとあとはもう酒に頼ったよね。酒に頼った本当に恥ずかしさなくしてもうこれ逃したら絶対もう生きていて一生関われないし喋れないしもういいやっちまえみたいな感じで飲んで喋ったら意外と喋れたから結構そういうのは大きいかな。日本人シャイな人多いよね。だから、この人いいなって思ったらとりあえず話してみるのはいいことだと思います。で喋り方もなんだろう怪しかった？なんかこの人変な感じだなみたいなあった？いやーなんかまあ普通ではないと。普通ではないいやつまんない人じゃないな。そうだね。まあダンスも面白くて。そうだね。酔っ払ってダンスとかもおったかもしれないけど。ダンスじゃなくてもまずなんかつまんない話より仲良くなって、ちょっとバカになれる人。楽しませる人。まあ話しかけるにしても変な風には話しかけないで。まあ変な風にあとやっぱりトイレの前でまたそれは多分それはもうハヤトのストラテジーでした。英語も大事だと思う。
英語喋れなくても最初だって Google 翻訳でイジーから来た LINE を翻訳してこう言ってるんだなってかって次に俺が言いたいことをまた翻訳のアプリにやってみたいな感じでやってたからもう手探り本当に、でもうまく喋れなくてもなんとかなると思います。そうだね。とりあえず私も日本語喋れなくてハトも英語喋れなくて、そうその時イジー全然日本語喋れなかったし俺も英語全然喋れなかったからでも喋りたかったから頑張った。喋りたかったから頑張った。まあそうだね。なんかこれちょっと喋りたいなって気持ちあればなんとか喋れるようになるっていうかね、あんまりコミュニケーションでそこまで困ってなかったかな最初の時は。なんかそのでもハヤトがいなかったら私日本語を多分喋れるようにならなかった、多分。だからなんか付き合ってから英語を喋れるようになるかもしれません。そう俺はイジーと付き合う前は英語全然喋れなかったけど、上手くなってない、今はある程度喋るようになったかな。ちょっとだけちょっとだけかな。そんな感じなんで参考になるかわかんないんですけど、なんだろう、出会いとか欲しかったら一番はあれだね、積極的に行動する。何かに頼ってもいいけど、お酒とか友達とか、多分もう一回会わないから。そうもう会わないし、だって本当にもしダメでもいいじゃん。違う人いっぱいいるし何も失わないしね。っていう感じかな。練習あるのに練習でも、あとは運も大きいです。本当に運も大きい。って感じかな。はい、以上が僕たちの出会いです。参考になるかわかんないんですけど楽しんでもらえたら嬉しいです。これからもどんどんまたいろんな動画作っていくつもりなんで時間がある方は見てください。じゃあせーの、バイバーイ。じゃあね。